2021年8月1日から15日までのサソリ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。8月1日から15日までのサソリ座さんのリーディングを行います。まずこちらにタロットカード大アルカナ0番のフール愚者のカード、そして過渡期困難からの脱出を指すソードの6とラッキーカードのカップの9。この組み合わせでもそうなんですけれども、他のカードからもあなたを取り巻く環境がとても良い方向に変わっている。それはあなたがとても良い変化をしているっていうことでもあるんですけれども、その変わっていくあなたが周りの環境の変化に上手に対応できている。それは違う目線で捉えると、その変わっていく環境っていうのは、あなたが活躍しやすいように、過ごしやすいように、自然と周りの環境が変わっていっているっていう場合もあれば、あなたが自分の活躍の場を求めて、より自分らしくいられる環境の方に移動していっている。さそり座さんというと、2021年の上半期っていうのが、ご自身の変化がとても大きくて、苦労された方も多いと思うんですけれども、今回のこの変化っていうのも、その今までの変化の延長ではあるんですね。こちらに継続連続を示すリンゴのカードも出ておりますので、過去は今に続いていて、そして今は未来に続いている。それを実感できるような出来事もあるんじゃないかなって思うんですが、その今回の環境の変化っていうのは、あなたの個性を十二分に発揮できる、そういう新しさがある変化なんですね。このフードのカードには、ヘンリー・デビッド・ソローの言葉が書かれておりまして、今現在に生きなさい。あらゆる波に飛び込み、瞬間瞬間に永遠を見出しなさい。という意味なんですが、あなたが自分の個性を生かして、新しさの波に飛び込むイメージなんですけれども、その新しさというのは、今までのあなたがあってこそ迎えられる新しさ、そして今じゃないとできない新しさ。ですので、おそらく今年前半の変化があったからこそ迎えられる新しさ。しかもその新しさに飛び込むっていうことが、あなたの理想を実現していくための足がかりになったり、その新しさに飛び込むこと自体が、あなたの願いを叶えていく。ずっとそれに挑戦したかった方もいるんじゃないかなって思いました。ですので、今回、あなたが、今のあなたの個性と感受性を持って飛び込む新しい波というのは、ある方は新しい恋、新しいお仕事、新しい趣味、新しい人間関係、などなどいろいろ考えられるんですが、その新しさっていうのは、このリンゴのカードが示すように未来に続いていく。
そして今回、新しさを示すカードがもう1枚出ておりまして、こちらにコウノトリのカード、新しいあなたが生まれる。もしくは、今まで妊活を頑張っていた方にとっては、コウノトリからとても良いお知らせが届く。もしくは、この環境が変わっていくことによって、新しいビジネスチャンスを掴んでいく。それはすぐに商売繁盛につながっていく。それもあなたが今現在に生きているから、今のあなたがその新しい波に飛び込むことによって、とても大きなチャンス、出会いっていうものを掴んでいく。そしてこちらに谷のカードも出てますけれども、あなたが今まで培ってきた精神力っていうものが、今回この新しさを迎えるあなたにとって、とても大きな力になる。何かこの今までの苦労がとても良い形で報われる。今までの努力や忍耐の継続の結果でもあるんですけれども、それがきちんと今とつながっていて、未来にもつながっている。なので、あなたに最適な環境っていうものを選択できていて、その選択っていうのは、その環境を自分仕様に変えていく。もしくは、それができない場合は、自分がより生きやすい環境に活躍の場を求める。そういう変える変えない、移動する移動しないっていう選択をとても上手にできている。ということは、自分をよく知ることができている。こちらにインナーテンプルのカードが出てますけれども、このカードが出ると、毎日瞑想してくださいっていうメッセージが伴ってくるんですけれども、さそり座さんの場合は、あえて瞑想タイムを持たなくても、瞑想できてるんじゃないかなって思います。それぐらい自分とつながれている。例えば歩くことも瞑想につながりますし、何か作業をすることが瞑想につながっていく場合も多々あるんですけれども、何かそういう瞑想につながる動作だったり習慣っていうものが、この前後くらいからあって、それでこれだけ自分とつながれていて、自分が活躍できる環境を選ぶ、もしくは作り上げることができている。それだけ個性が強いっていうふうにも言えると思うんですが、その活躍の場を間違えてしまうと、結構大変なことになってしまうっていう目に、今まで散々遭われてきた方もいると思うので、おそらくその経験もあって、今回これだけ良い変化や決断っていうものができてるんだと思います。この時、とても環境が良いということは、あなたを取り巻く人間関係っていうのがとても良いと思うんですが、それはあなたがとても良い選択をしているからこそ、そういう人間関係に恵まれている。それで、よりあなたの個性を生かすようなお仕事や趣味、勉強に邁進できると思うんですが、この組み合わせから言うと、あなたしか持っていない唯一無二の個性を生かしていくっていうことが、幸せにつながっていく、ビジネスの成功につながっていくって言われていますので、今まで個性を隠していたような方も、これを機に表に表していくっていうこともあると思いますし、そしてあなたがこの個性を表に表していくことによって、よりあなたを応援してくれる人、あなたを理解してくれる人、あなたを愛してくれる人を引き寄せていく。ですので、プライベートもお仕事も、この新しさに飛び込むことによって、波に乗っていくんじゃないかなって思いますので、ぜひご自身の直感や判断を信じて、あなたがより活躍できる方向に、より個性を活かせる方向に、より幸せになる方向に変化していただきたいなと思いました。それでは8月1日から15日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。